ここに一枚の白黒写真がある。整列した兵士たちの前に一人の将校が立っている。この白黒写真に AI で色を与えてみる。カーキ色の軍服が蘇った。全員の視線がまっすぐ前を向いている。この部隊の名は儀列空挺隊。彼らは特攻隊だ。だが体当たりではない。敵の飛行場に爆撃機で強行着陸し、降りてから地上で戦う。1945年5月24日、沖縄の読谷飛行場に突入した隊員のうち、生還した者は一人もいなかった。今日は儀列空挺隊の貴重な写真をカラー化しながら、この知られざる特攻作戦をたどってみよう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。サイパン島のイズリー飛行場、日本軍の空襲で破壊された B29 が写っている。 AI で色を入れてみる。1944年7月、サイパン島が陥落した。ここから B29 が飛び立てば日本本土を爆撃できる。陸軍はサイパンの B29 を地上で破壊する作戦を立てた。空挺部隊を送り込み、飛行場に強行着陸させる。降りた兵士がB29 を1機ずつ爆薬で破壊する。この任務を志願したのが奥山道郎大尉だった。挺身第1連隊第4中隊の中隊長。空挺部隊の経験が長く、工兵を主体とした部隊を率いていた。破壊工作にはうってつけの人物だった。上官が任務を説明し始めると、奥山は途中で遮った。その指揮官は私がやりましょう。爆薬の訓練をする儀列空挺隊員。 AI でカラーにしてみる。豊岡の松林の中には B29 の原寸大のモックアップが作られた。隊員たちはこの模型で爆破訓練を繰り返した。 B29 の主翼羽上縁は地上 4.5 メートルの高さにある。爆薬を設置するのは簡単ではなかった。対上爆薬は投げ縄の要領で機体に巻きつける。最初は機体に届かない隊員もいたが、訓練を重ねるうちに全員が上手に巻きつけられるようになった。柄付き爆薬は吸盤で機体に吸着させてから点火する。自爆した方が早いという意見も出た。だが奥山は自爆を否定した。一人で最低5機は落てれ。隊員たちは自分たちの任務をこう理解していた。 B29 を1機焼くことは巡洋艦を1隻沈めるに等しい。テーブルを囲み、地図を前に作戦を説明する奥山隊長。 AI で80年前のこの場面に色を入れてみる。儀列空挺隊の作戦は何度も変更された。最初はサイパン島だった。次に硫黄島。そしてどちらも中止になった。出撃の見通しが立たない中で隊員たちの士気は下がった。いつしか自分たちを愚列触砲隊と呼ぶようになった。儀列空挺隊の名前をもじった自虐だ。だが奥山は訓練の手を緩めなかった。3人1組で行動する戦闘班、安島での集合と離散。奥山は常々こう言い聞かせていた。三人三勢、戦友ぞ。軍服に迷彩を施すぎで作っていたい員たち。AI で色を蘇らせてみる。儀列空挺隊にはもう一つの顔があった。陸軍中野学校の諜報員10名が密かに合流していたのだ。彼らの本来の任務はサイパン島への潜入だった。暫地諜報員として敵地で情報収集を行う。二俣分校長の熊川中佐は志願した諜報員たちにこう告げた。名もなく死んでくれ。参謀総長の梅津義次郎は諜報員たちを前にして自負のような眼差しで一同を見回した。そして自ら卓上の菊花を手負って8人に手渡したという。諜報員たちが奥山と合流した時、鍛え抜かれた空挺隊員の体格に驚いた。こんなたくましい兵隊が日本にいたのか。奥山は気さくに接した。貴様らは何ができるのだ。大したことはできません。忍術でも使えると思ったがダメか。奥山は豪快に笑った。出撃直前に握手を交わす二人の隊。左が奥山道郎、右が諏訪部忠一。 AI で色を与えてみる。諏訪部は97式重爆撃機の編隊長だ。儀列空挺隊を沖縄まで運ぶのが彼の任務だった。強行着陸すれば搭乗員の生還はない。奥山は何度も諏訪部に言った。なんとか友軍の占領地まで脱出してみろ。だが諏訪部は
こう答えた。未練の残ることは止めましょう。スワベの操縦技術は凄まじかった。アメリカ軍のレーダーを避けるため、海面上わずか5メートルという超低空を飛ぶ。波でプロペラが吹きちぎられることもあった。撮影に同行したカメラマンもその操縦技術に驚かされている。出撃前の閲兵を受ける儀列空挺隊。この写真に AI で色をつけてみる。1945年5月24日、ようやく天候が回復した。夕日が金峰山に傾く頃、隊員たちは別れの杯を交わした。隊員たちは互いの軍服に淡緑色の染料で迷彩を施した。全員が柔道、剣道の有段者、1100式機関短銃や敵弾頭で武装し、手榴弾を10発から15発、爆薬を何種類も身につけた。戦闘糧食も配られた。海苔巻き10個、いなり寿司2個、力餅、生卵2個。だが多くの隊員が食料を整備兵に譲った。自分たちは食べている余裕もないから。隊員たちは遺品を整理した後、手元のお金を一銭も残さず国防献金に拠出している。奥山大尉が閲兵を受けている。80年前の色を AI で蘇らせてみる。出撃に先立ち、奥山は最後の訓示を行った。その映像が日本ニュースに残されている。待望の出撃の日はついに到来をした。敵アメリカの新丹を侵害し、全軍決勝の先駆けとなるはまさに今日である。その後、隊員たちは笑顔で97式重爆撃機に乗り込んでいった。奥山は登場直前にカメラマンのリクエストで諏訪部と握手をした。これは映画の名優、波ですね。奥山が大笑いすると周りの隊員も笑った。だが取材陣が去ると暗い顔で静まり返ったという。儀列空挺隊を乗せた97式重爆撃機。AI でカラーにしてみる。1機につき飛行隊員が2、3名、空挺隊員が11、12名、合計12機が出撃した。強行着陸の方法は独特だった。車輪を出さずに胴体着陸する。車輪を出すと滑走距離が伸びてしまうからだ。狙った場所に機体を止めるには胴体着陸の方が確実だった。着陸に成功したら発煙筒を上げる。それが合図だ。18時50分、12機の97式重爆撃機が健軍飛行場を離陸した。読谷飛行場に強行着陸した97式重爆撃機の残骸。 AI で色を入れてみる。12機のうち4機は機体不調で引き返した。残り8機のうち読谷飛行場に向かったのは5機、嘉手納飛行場に2機、1機ははぐれた。22時11分、奥山から無線が入った。奥、着いた。それが儀列空挺隊から発された最初で最後の無線だった。5機のうち1、2番機は対空砲火で撃墜された。3機目は被弾後対空砲陣地に体当たりした。4機目は短機で沖縄上空をさまよった末に行方不明。そして最後の1機が対空砲火をかいくぐり、読谷飛行場の滑走路に胴体着陸した。機体はそのまま管制塔から100メートルの駐機場まで滑った。完全装備の儀列空挺隊員。この写真にも AI で色を入れてみる。管制塔で勤務中だったケリー海兵隊中尉は双眼鏡で機体を確認した。8人から10人の完全武装の兵士が飛び出してきた。ケリーは拳銃をつかみジープで突っ込んだ。儀列空挺隊員は訓練通りに動いた。応戦班が輻射で正確な射撃を行い、破壊班が駐機中の航空機に次々と爆薬を仕掛けた。大型機には対上爆薬を巻きつけ、小型機には手榴弾を投げ込んだ。一切の無駄な動きがなかった。アメリカ軍は多数の日本兵に攻撃されたと思い込み、パニックに陥った。四方八方に向けて対空砲を含むあらゆる火器を発砲した。基地の将校は後にこう語っている。あらゆる戦争で見た中で屈指の興奮した夜だった。儀列空挺隊に破壊された米軍機の残骸。 AI で当時の色を再現してみる。わずか8人から10人でこれだけの損害を与えた。アメリカ軍機9機を破壊、 F4U 戦闘機3機、 C47 輸送機4機、 PB4Y ヌー爆撃機2機、さらに29機を損傷させた。破壊された C47 の1機はニミッツ元帥の使者として沖縄に来ていた。アメリカ統合参謀本部次官ムーア少将の上記だった。ドラム缶600本、7万ガロンのガソリンが炎上した。読谷飛行場は翌朝10時まで使用不能となった。アメリカ海兵隊の報告書は
こう評価している。訓練を受けた8人から10人がもたらした被害から判断すると、あと1、2機が突入に成功していたら、驚異的な損害が生じていただろう。走路の上に横たわるギレツクーテイ隊員。AI で色をつけてみる。戦闘は夜明けまで続いた。翌25日の午後1時頃、最後の一人が残波岬近くの海兵隊司令部まで達したところで射殺された。ギレツクーテイ隊は全滅した。奥山には出撃前に少佐昇進の内示があったが、少佐の階級章を一度もつけることはなかった。両肩の大尉の階級章を外して見送りの連隊長に託して出撃している。戦死後2階級特進して大佐となった。沖縄に建てられたギレツクーテイ隊の慰霊碑だ。ギレツクーテイ隊とは何だったのか。体当たりで死ぬのではなく着陸して戦え。自爆するな。一人で5機はほふれ。奥山はそう命じた。彼らは生き残る計画を持っていた。飛行場を破壊した後は高地に拠点を構えゲリラ戦を続ける計画だった。だがその時間は与えられなかった。半年間何度も出撃が中止になり、自分たちをグレツ触砲隊と呼んだ若者たち、笑顔で爆撃機に乗り込み、取材陣が去ると静まり返った若者たち、整備兵に食料を譲り、お金を一銭も残さず献金した若者たち。あなたはギレツクーテイ隊のどのエピソードに最も心を動かされただろうか。ぜひコメントで教えてほしい。今日もご視聴いただきありがとうございました。いつも温かいコメントをいただいてとても励みになっています。お気づきの方もいるかと思いますが、このチャンネルでは AI による読み上げを使っています。そのためイントネーションや読み間違いがあるかもしれません。まだ駆け出しのチャンネルで限られた予算の中でやっているため、ナレーターを雇う余裕がないのが正直なところです。皆さんの応援のおかげで少しずつ成長できていますので、将来的にはより良い動画をお届けできるよう努力していきます。また AI によるカラー化は勝手に作ってしまったり、色や細部にどうしても誤りが出ることがあります。いつも詳しい視聴者様よりコメント欄にてご指摘をいただき、動画制作において大変助かっていることにまずはお礼申し上げます。引き続き軍装や艦船の塗装など詳しい方がいらっしゃいましたら、ここは正しくはこの色だとコメントで教えていただけるととても助かります。皆さんの知識によりカラー化 AI をチューニングし強化させ、正しい歴史資料として後世に残すことができるのと同時に、このチャンネルがもっと素晴らしいチャンネルに成長していきます。この動画にはエンディングはありません。なぜならコメント欄がこの動画の続きだからです。こんな動画を作ってほしい、歴史に対しての考えや考察、あなたの思想など、動画を見て思ったこと、感じたこと、肯定的な意見でも否定的な意見でも構いません。皆さんの率直なご意見をいただけると嬉しいです。ご自身の家族や親戚に戦争の記憶を持つ方がいらっしゃれば、そのエピソードもぜひ聞かせてください。おじいちゃんが海軍にいた、おばあちゃんから聞いた話がある。皆さんの思いやそうした一つ一つの声がこの動画の本当の続きだと思っています。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。